こんにちは。Our Life Japan and China のチンムーと申します。今日はおばちゃまの話をもとに貧しい時代に食べていたものを再現してみる。食べるものがなかった時代、なんと土を食べていたという。今までもモーさんのお父さんが土を食べ過ぎて便秘になり、針金を突っ込んでかっぽじるようにして便を排出していたという話は聞いていた。でも実際にどんな食べ方をしていたのかは知らなかった。なのでおばちゃまたちが元気なうちに話を聞いておこうと思ってね。話によると土なら何でもいいわけじゃなくて粘土質のものみたい。こちらでは等身土と呼ばれる土らしい。粘土質ならってことで、まず僕らはいいことを思いついた。皆さんは泥に包まれて焼かれた鶏肉を食べたことがありますか？ジャオファージーと呼ばれるもの。ただ今日の僕らは土の量も足りないので卵を泥で包むことにした。どうやら一説には貧しい人が盗んだ鶏を食べようとしたんだけど、鍋がなかったので泥を塗って焚き火で焼いたことが始まりだとか。皆さんは大躍進政策という言葉を聞いたことがありますか？1958年に中国では鉄鋼製品と農作物の増産命令が発せられた。中国全土で手作りの溶鉱炉が作られ、あらゆる職業の人が鉄の生産を行った。高度な技術を必要とする鉄の生産を素人がやっても粗悪品しかできなかった。ところが国からは圧力がかけられる。仕方なく身の回りの鉄製品を溶かして鉄ができたと報告するようになる。
やかんやバケツ、すきやくわなどを溶かす。鉄を作るために鉄がなくなる。そんな悪循環。農村ではすきやくわがなくなって作業効率が落ちていく。鉄の生産作業に時間が取られ、農業する時間もなくなる。たちまち大飢餓となった。おばちゃまの話では、ゴミとなっている白菜の一番外の皮を拾ってたそうだ。切羽詰まった時期には土も食べていたという。土にはマグネシウム、ナトリウム、カルシウム、鉄分などのミネラルが含まれる。コーンを砕いた時に出るカスのようなものも加えていたようだ。この時代の餓死者は3000万人とも、その倍とも言われている。正確な数字は分からずとも大規模な餓死。おばちゃまはそんな時代を生き抜いてきた。見た目はカレーともシチューとも思えなくもない。土に少しばかりの白菜とコーンのカスを入れた食べ物。さすがに食事をこれで済ますわけにはいかないから餃子を蒸す。地獄を見ているおばちゃまからしたら芋が食べられるだけで感謝なのだ。僕らも今の生活に感謝しなければならないだろう。奥さんは牡蠣をストーブで焼こうとしてるみたい。おじちゃまがどこかにしまったはずだけど、おじちゃまは外出中。牡蠣を保管している場所を見つけた。
あれ割れてる。棒で叩き割っちゃった。シャベルせっかく泥で包んだのに。土を外して。もう固まってる。ゆで卵でもないからこれはなんていうの焼き卵なんだけど、土で包んでの焼き卵で、これね子供、9歳10歳でも、おしっこ夜中おしっこ漏れる布団汚れる子には、おねしょする人、治療効果ある、これも年寄りの話ですけどね、検証されてるかわかんない、私別にその年でまだおしっこ漏れてないし、迷信かもしれない。泥で包むことでお肉の場合とかなら旨味を閉じ込めるんだろうけど、卵でやって何か違いがあるかな。でもこの等身土という土は漢方薬としても使われてるみたい。土がね取れたけど、間違いなく効果は、私まあ、あんまり味の違いはない。牛仔。牛仔。大飢餓の時に食べていたものはどうだろう。ただの土の味。ザリザリ感がやだね。やっぱりある、ザリザリ感。おばちゃまたちは普段あまり魚を食べる機会がないから作ってあげる。内臓は猫ちゃんに、鱗はカルシウムが多いから飼っている鳥に与えれば
良い卵を産む。牡蠣はそろそろかな。今天不怎么飞呀。まだ半生じゃない？大丈夫？この方美味しい。あ、そう。接进来。那对，就监狱必须得放他，出给我，都不拿给我哈。go go go go。你有什么？今天啊。有菜味儿。菜味儿啊。生まれてから何不自由なく食べ物があった僕、餓死するなんて現実味のない遠い世界での話。でもここに現実として体験してきたおばちゃまやおじちゃまが生きている。二人は土を食べてでも生き抜いた。そんな経験がその後の人生を生きる上でも
大きく影響してるに違いない。